こんにちは、写真家の井上博樹です。写真家によるこんなカメラを使ってきたシリーズ。今回はソニーの最新一眼デジカメ α9-3 がカメラグランプリ2024大賞を受賞したことを受けて、その魅力についてお話をしましょう。カメラグランプリ大賞とは、写真カメラ専門の雑誌やウェブ媒体の担当者の集まりであるカメラ記者クラブが、この1年に発売されたカメラの中から最も優れたカメラ1機種を選んで表彰する賞です。名誉ある大賞ですね。おめでとうございます。この α9-3 の最大の魅力は最高120コマ毎秒の超高速連写です。これは前のモデルの α9-2 から見ると6倍の連写速度と言えます。野生動物が動き回るような躍動するシーンでは、これまでの α9 シリーズにおける20コマ毎秒や α1 における30コマ毎秒という高速連写ができるカメラで撮影したとしても、このコマとこのコマの間の瞬間が欲しかったということが時々起こっていました。こうした神のみぞ知る瞬間に少しでも近づくことができるのが、この α9-3 に搭載された最高120コマ毎秒の超高速連写なのです。実際にその恩恵に預かったシーンがこちら。子狐が突然こちらに向かって走り出しました。まだドタドタとしたぎこちない走り方なのですが、これも躍動のシーンと言っても良いでしょう。α9-3 のボディには新しいカスタマイズボタンが搭載されています。こちら C5 ボタン。デフォルトの設定ではこちらのボタンを押している間、連写速度がブーストされるようになります。普段の連写速度を60コマ毎秒に設定しておくと、ブースト時は120コマ毎秒になるというわけです。120コマ毎秒で撮影した写真を連続で見ていくとこんな感じ。これは1秒にも満たない時間の出来事です。実時間にするとこれぐらい。あっという間の出来事です。時間を4分の1まで遅くしてみましょう。スローになります。そうするとこんな感じに躍動する一瞬一瞬が見えてきます。こうやって見てみると、子狐が駆け寄ってくる時の足運びがよくわかります。ほぼ全てのカットでやや仏頂面が可愛らしい子狐の目にピントが合っているのは AI を使った被写体認識 AF のおかげです。これぞソニーの α のオートフォーカスだと感心します。さて、この120コマ毎秒の超高速連写によって得られたこの躍動のシーン、どのカットも素晴らしいのですが、その中から極上の足の形の1枚を選びたいものです。井上は子狐の4本の足すべてが地面から離れているこの瞬間を選びました。この120コマ毎秒の超高速連写による撮影を一層確実にするための機能としてブラックアウトフリー機能があります。一般的なデジタルカメラはシャッターが切れる瞬間、ファインダーの中が暗くなってしまういわゆるブラックアウトをするのですが、α9-3 にはそれがないブラックアウトフリーです。ファインダーの中で被写体がずっと見えているので、確実に被写体を追い続けることができて、撮影の成功率を格段に高めることが期待できます。では次の魅力を見ていきましょう。瞬間を遡るプリ撮影機能。この α9-3 には面白い機能がもう一つ搭載されました。それはシャッターボタンを押す前の瞬間の記録ができるプリ撮影機能です。シャッターを押した時にはもう時すでに遅しというようなシーンで役立ちます。例えば強風の日に蜂が花の蜜を吸っていて、花粉を足や頭にまとってピュッと飛び立つ瞬間。プリ撮影機能があれば、蜂が飛んだことに気づいてからシャッターを押しても、その瞬間から遡って撮れているので、こんな感じなのが簡単に撮れてしまいます。蜂だったら飛び立つ時の気配があるものの、油断をしているとがっかりなんてことがあるだけでなく、被写体によってはそもそも予測がつかないものだってあります。その点でプリ撮影機能はとても便利です。このプリ撮影機能はシャッターボタンを半押ししてオートフォーカスを効かせながら待っていて、来たとなってからすかさず全押しをすることで、そこから最大で1秒前までの連写画像を残すことができるのです。シャッターボタンを半押ししている間の画像が仮に記録されていて、シャッターボタンを全押しすると、そこから少し前の画像がメモリーカードに書き込まれるというわけです。ちなみにこのプリ撮影機能は JPEG だけでなく HIF や RAW といった全てのファイル形式と画像サイズに対応しています。しかも AF/AE 追従最高120コマ毎秒での記録ができます。高画質なまま素敵な瞬間を遡って撮影できるということは、
私たちの反射神経や集中力だけではカバーしきれない領域を補ってくれるということになります。実に心強いものと言えるでしょう。ここまで紹介してきた最大120コマ毎秒とプリ撮影機能を組み合わせると、これまででは撮り逃してきたような一瞬を撮り残すことができるようになります。こちらはキツネ母さんの周りを目にも止まらぬ速さでテンション高く走り回る子ギツネ。何か起きそうだなとシャッターボタンを半押ししてオートフォーカスを動作させてキツネ母さんの目を追従させながらその時を待ちます。人間の目ではキツネ母さんの足元で高速に子ギツネがごちゃごちゃっと動くように見えるのですが、その瞬間に C5 ボタンとともに半押ししていたシャッターボタンを全押しすると、このような瞬間をこれまでの苦労が何だったんだろうという感じでバッチリと取り残すことができるのです。こちらもそうです。他の兄弟がカメラを構えている井上のすぐ脇をうろうろしていて、その子たちを集中して見つめる子ギツネがいました。これは井上の方に向かって走ってきてくれるかもしれないと、シャッターボタンを半押ししてオートフォーカスを動作させて子ギツネの目を追従させながらその時を待ちます。このような時は最大120コマ毎秒で撮影するブースト機能を割り振っておいた C5 ボタンを押し込んでおくと良いでしょう。そして期待通りに子ギツネが走り出したらシャッターボタンを全押しして連写しつつ、ファインダーの中から子ギツネがはみ出ないようにして追うんです。このような躍動する瞬間がいとも簡単に撮れるようになったことで、野生動物の写真表現に大きな変革がもたらされる領域が出てくるだろうことを予感してワクワクしています。ここからは井上の撮影と α9-3 の親和性という観点から α9-3 を見ていきたいと思います。これまでにご紹介してきたように最大120コマ毎秒の超高速連写ができるこの α9-3 ですが、2460万画素のセンサーを搭載しています。5000万画素を超える α1 や α7R5 に比べると等倍を超えるような見比べ方をしたり大きくトリミングをするとさすがに差が見えてくるのですが、そういった比較をしないで、例えば今皆様がご覧になっているような最大 4K の画面ではその差を大きく感じることはまずないのかなと思います。こちらは初夏の白樺並木。こういった標準域の焦点距離による画角で撮影した後で大きくトリミングをすることはまずないと思います。十分に改造していて井上の風景の撮影にも活躍してくれています。α9-3 の万能さを感じるところです。ではノイズはどうでしょうか。こちらは曇った日の朝方に撮影していた子ギツネのカットです。Adobe の Lightroom Classic でロー現像した後の写真がこちら。ポンポクリン気味のお腹で幼さが見える一方で口元や目つきにちょっとだけ凛々しさを感じる素敵な雰囲気の子でした。このカットを撮影した時は日の出直後というだけでなく辺りには霞がかかっていて昼間の明るさに比べるとだいぶ暗い状況でした。そこで感度を ISO3200 まで上げて撮影しています。このローデータはどのようなものだったのでしょうか。こちらがローデータをそのまま JPEG に出力したものです。シャッター速度をいつもよりだいぶ遅くしていたのですが、これ以上遅くすると被写体ブレが目立ちそうだったので400分の1秒のシャッター速度で撮影しています。そのために実際の明るさよりもだいぶ暗く映っています。そしてこのローデータを Adobe Lightroom Classic に読み込んで明るさと色味を整えたのがこちらでした。ノイズの除去はまだしていません。結構暗い写りだったものをここまでの明るさにしているのですが、ノイズは見えてきているもののノイズは整っていて目立つ嫌なノイズがあまり出ていないように感じます。言い換えるとライトルームに搭載されている AI を使ったノイズ除去の機能で綺麗にノイズが消えることができる種類のノイズ感だなと思います。では顔の部分を拡大してローの状態、そして現像中、さらにはライトルームの AI を使ったノイズ除去をした時のそれぞれのノイズ感を見比べてみましょう。 ISO3200 という少しだけ高めの感度という点に加えて暗めの画像を明るく持ち上げるという現像の中であってもノイズをうまくコントロールできているのかなと思います。改めてロー現像とノイズ除去をした後のカットがこちら。2460万画素という点と新しいセンサーということでノイズ感について心配な点もあったのですが、これくらいの感度や現像であれば井上の撮影という観点からであればノイズについて大きな心配をしなくても良いかなという印象があります。ここからは2460万画素からのトリミングについて見ていきましょう。子ギツネたちが巣穴の前でこちらを見ています。
これ以上は子狐たちにプレッシャーになりかねないので近づくことをやめました。400mm のレンズに 1.4 倍のテレコンをつけてやっとこの大きさに映ってくれています。手前の2匹の視線は印象的で良いのですが、被写界深度から外れた左奥のこの存在や空の明るい部分が大きくて注意散漫な雰囲気な写真になっています。そのため少し大胆なトリミングをしたくなります。ここまでトリミングするのはいかがでしょうか。もともとは長辺6000ピクセル短辺4000ピクセルの2400万画素のデータですが、ここでは短辺の方をいわゆる 4K の画面の短辺と同じ2160ピクセルにトリミングしてみましょう。こうやって見ると結構大胆なトリミングです。いかがでしょうか。毛の精細感が残ってますし、朝日が差す明るいシーンだったために ISO1600 というやや高めの感度ではあるものの明るめに撮影できたこともあってノイズのコントロールがうまくいっています。そのために大きくトリミングしたことが分かりにくくなっていると思います。加えてこの YouTube の画面が最大 4K であるためにちゃんと見えていてまずまずといったところでしょうか。とはいえ、もし大きなプリントとして掲示することになったら話は別かなと思います。井上は長辺 1.8 メートルのサイズにプリントをして写真展で展示することがあるのですが、それぐらいのサイズになるとちょっと粗さが見えてきてしまうかなという印象があります。欲を言えば5000万画素を超えてくれていると自由度が大きく高まって嬉しいなと思っています。次にリリースされるボディにさらに大きな期待をしたいものです。次は抜群のオートフォーカスを見ていきましょう。今回ご紹介している α9-3 にも AI を使ったリアルタイム認識 AF が搭載されています。その使用感は抜群のもので、野生動物たちの瞳をしっかりと捉えてくれます。もし瞳が見えなくても頭を、それが難しい時は体にピント位置を狙うという賢さがあります。このように被写体の手前に草があって、その隙間に見えている瞳にピントを合わせたいというオートフォーカスにとっては厳しいはずのシーンであっても、これまで以上に瞳や頭を狙ってピントを合わせてくれるという信頼感や期待感を感じています。α9-3 はこれまでのボディに改良が加えられていて、とても握りやすく感じます。意図的に握らなくても手中にホールドされるという印象です。特にシャッターボタンがその配置だけでなく押し心地という点で押しやすくなっていることも嬉しかったです。握りやすいボディと押しやすいシャッターは撮影成功の大きな要素になります。こういった改良を重ね続ける方々に感謝するばかりです。また、チルト式にもバリアングル式にもなるマルチアングル液晶の搭載は、超望遠レンズを使って野生動物たちの目の高さと同じ高さで撮影した井上にとっては、ほっと胸をなで下ろす仕様です。例えばこのシーン、排水溝にいる子狐に気づいて大急ぎで背面のマルチアングル液晶のチルト機能でバンと跳ね上げて低くして撮影をするんですね。シャッターをスッと押して指を離した時にはこの子狐に気づかれて、もう子狐はこちらを見てるんです。もうこの見上げる姿勢にはなってくれませんでした。低いアングルでとっさの対応ができるのがチルト機能なのです。子狐がこちらを見ているカットも素敵ですが、見上げているカットは本当に捨てがたいものです。バリアングル式液晶を搭載したカメラの野生動物撮影では、カメラを低くして液晶を見ようとしても展開するのに手間がかかったり、レンズの中心軸と液晶画面がずれているために超望遠レンズを使って被写体を探すのに時間がかかって絶望の連続になることが少なくありません。これは深刻な問題です。α9-3 だけでなく多くのボディに採用されることを強く望みます。今回はカメラ大賞を受賞したソニーの α9-3 について、野生動物撮影をすることが多い井上が最も魅力的に感じている最大120コマ毎秒の超高速連写、そしてプリ撮影機能に焦点を当ててこれらの機能の魅力をご紹介してきました。また井上の撮影との関係でノイズ感や2460万画素からのトリミング、そしてオートフォーカスの印象についても好印象だというお話をしてきました。今回は大きく取り上げなかったのですが、グローバルシャッターによるフリッカーレス撮影や歪みの少ない撮影もとても魅力的です。ソニーの α9-3、これは様々な要素において高い次元を達成している万能カメラということができると思います。まだ試されてない方はぜひ全国のソニーストア各店、カメラに強い家電量販店さんなどでお手に取って試してみてください。このチャンネルでは次回も新たなテーマとともに写真表現の楽しさについてお話をしていきます。楽しかった、これからも知りたいという方は高評価を、そしてぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた。